皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化についてお話しします。つい最近チャンネルメンバーシップを始めました。クルーの方に入っていただくと週に1回限定エピソードを聞くことができます。そこでは割と自由に正直な気持ちとか話してます。結構面白いんじゃないかなと思います。チャンネル運営が安定するので応援したいなっていう気持ちがあったら入っていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。では今日のエピソードに入りましょう。先日本を読んでいたら留学生が日本語には汚い言葉があまりないと言ったというようなことが書いてありました。この汚い言葉っていうのは人に対して、悪いことを言うときに罵るような言葉という意味だと思います。罵るっていうのは相手を侮辱する、相手を嫌な気持ちにするためにわざわざ言うことですね。で、それが日本語には少ないということだったんですけど、もしかしたら少ないかもしれないけど、十分相手を侮辱する言葉を吐ける、言えるということを今日はお話ししたいと思います。最初にその本を読んだって言ったんですけど、日本語には汚い言葉があまりないって読んだ時に、確かに私全然使わないしなって思ったんですね。でも、その数日前に実は使ってました。それをね、思い出したんですけど、その時の話をしますね。それは、スーパーに買い物に行った後のことでした。で、買い物をした後、車でお店の駐車場から出て、道路に入ろうとしてました。で、日本は左側通行なので、出て、左に行こうとしてたんですね。で、その時に赤信号で、ちょうど私の左側まで車が止まってました。なので、私その後ろに入りたいと思って、その車の頭の部分を道路に出してたんです。そしたら、右側から来た車が、私が頭を出している、そこまでわざわざ車を突っ込んできたんですね。なんかいかにも、絶対に入れないっていう強い意志を感じました。私の方が先にいたのに。で、私も本当にムカついて、こんな感じのことを言いました。何このクソじじい。事故れ。こんな感じですね。ただですね、これは一人で私が車の中で言っただけです。相手には聞こえてません。で、このクソじじいのクソの意味は皆さんわかりますかね？食べてる途中に聞いている人がいるかもしれないので、ちょっと言うのをやめておくので、ちょっと後で調べてみてください。で、じじいっていうのは、おじいさんを嫌な言い方をすると、おじいさんはじじいになって、おばあさんはばばあってなります。で、その男性で自分より年が上そうな人に対しては、クソじじいってなって、女性で自分より年上だと思う人には、クソばばあ。で、子供とか、または自分より、年が若そうな人なら、クソガキって言ったりします。ガキっていうのは、子供の、それこそ汚い言い方です。で、多分罵るときに、このクソっていう言葉が一番よく使われるかなと思います。で、今朝、中学生と高校生の息子に聞いてみたら、やっぱりこのクソってよく使うみたいです。で、息子とかは多分友達の前とかでもう使ってると思うんですね。
友達に言うわけじゃなくて、これは、自分が何か失敗した時とかに、クソって言います。で、その、クソじじいとかになると、誰かに対してです。ただ、私はこれは、人前では使いません。人前っていうのは、人の前って書くんですけど、誰かの前では使いません。で、私の娘も多分使わないですね。だから、ここにまず男女の差がありますね。ただ、車を一人で運転していると、私、ちょっと人格が変わるんです。人格っていうのは、その人の、性格みたいなものですね。なんですけど、人格が変わるっていうと、まるで違う人みたいになるっていうことです。そう。私見た目的には、そういう汚い言葉を使わなそうに見えます。あと、割と丁寧な言葉遣いをするので、多分そういうのを言う人には思えないと思います。ただ、車を一人で運転しているときは、ついうっかりそうなるときがあります。すっごいそういう嫌な運転をされると、ついクソじじいってなってしまうんです。で、そんなにね、いつも嫌な運転をする人に会うわけじゃないので、あまりないですけどね。年に何回かだと思います。で、あと不思議なことに女性にまだ嫌な運転されたことがないので、クソババアって言ったことはないですね。で、ちょっと話が戻りますけど、その時のね、その嫌な車は、私を入れさせないで、私の前に入ったんです。で、もちろん、その次の車は、もう私の車はもう前に出てるので、もちろん私を入れさせてくれました。で、私の前にその嫌な車がいたわけですよね。で、思わずその車の後ろを見ながら、事故れとも言ってたんです。これは、事故るという言葉から来ています。事故っていうのは交通事故とかの事故ですね。で、それに、るをつけて動詞にしています。この事故るは話し言葉でだけ使うんですけど、事故を起こすとか、あとは事故に遭うとか、そういう意味です。で、事故れっていうと、相手に対して、そういう状況になれという、呪いを送っているわけです。呪いっていうのは、相手に悪いことが起こるようなことを祈るっていうか、言ったりすることですね。で、私、事故れって言った後で、言ってすぐにやめました。やばいと思って。なぜならば、人を呪わば穴二つということわざが頭に浮かんだからです。呪うは、さっき言った通り、相手に悪いことが起こるように、祈ることですけど、呪わばっていうのは、呪ったらという意味の古い表現です。で、人を呪わば穴二つの穴は、お墓の穴のことです。で、二つっていうのは、相手と自分のお墓の二つという意味なんです。つまり、もし相手に、そのお墓に入るような悪いことがあるように祈るならば、つまり、お墓に入るって亡くなってるってことですよね。で、そんなことを相手に対して思うならば、それは自分にも返ってくるっていう意味のことわざです。だから人をそうやって呪うと自分も不幸になるっていうことです。だから、この場合は、事故れなんて言ったら、私も事故を起こしちゃうっていうことです。実際私はその車のすぐ後ろにいましたからね。私がその車に後ろからぶつかっちゃうかもしれないっていうことですよね。もうそんなの絶対にしたくないので、いけないと思って、
今のは嘘ですって取り消しました。誰かが聞いてるわけじゃないんですけどね。そう。それで、落ち着かなきゃって、こんなね、人をね、恨んでもね、何にもいいことはない。で、自分を、落ち着かせました。そう、なんでね、ちょっと、運転してる時には、やっぱちょっとこういう汚い言葉が私の場合、出がちです。皆さんはね、どうでしょうか？皆さんがもし、汚い言葉を使うタイプの人じゃないとしたら、どんな時には言うのか、もしくは全然言わないのか、よかったらコメントで教えてください。では、ここからは他に、よくある、汚い言葉というか、相手を罵るために使う言葉をいくつか紹介します。まずは、バカとアホからいきましょう。バカはよく関東で使われます。で、関東っていうのは東京を中心とした地域です。で、アホは関西でよく使われます。大阪があるあっちの方が関西です。で、よく言われるのが、関東でアホを使うと、バカを使うより余計嫌な気持ちになるです。で、逆に関西でバカを使うと、アホより悪い意味になるってよく言われます。これは多分、バカとかアホとかは、友達同士で、冗談みたいに使われることもあるんですね。だから関東で友達から、お前バカだなって言われても、あまり気にならないかもしれないというか気にならないですよね。状況によると思いますけど。あとはよく、漫画のセリフで出てきそうなのが、もうバカなんだからとかって女の子が男の子に言ってるみたいな感じですね。だから親しみを込めて使うこともあるわけです。でも、それが逆に関東で、お前アホだなって言われたら、結構バカにされた感じがするような気がします。で、関西ではその逆ですね。多分。だから、普段あまり使わない言葉で言われると、すごく、来るんだと思います。では次、うざいとキモいに行きましょう。うざいは、相手がしつこい時とかに使います。あと、つまらない冗談を言うとか、その行動をやめてほしいなって思うような時に、うざいって言いますね。で、キモいは、見た目が気持ち悪い感じの時ですね。うざいはうぜえ、キモいはキメと音が変化します。で、あと、そうだ、うるさいとかもあります。うるさいは、多分、罵るというか、誰かに言うときには、うるせえの方が普通な気がします。で、これは、うるせえって聞くと、つい、うるせえクソババアって、息子がお母さんに言っているイメージが、つい浮かんでしまいます。ドラマとかにありそうな感じなんですよ。よくでも実際お母さんのことをクソババアって言うっていう話はやっぱりよく聞くので、私もし自分の子供が言ったら絶対に許さないって思ってたんです。で、そう思ってたからかどうかはわかりませんが、まだありがたいことに、息子たち、娘にもまだ言われたことはありません。あとですね、死ねっていうのがあります。これ、死ぬを死ねって命令する形ですね。で、日本語の場合、お前を殺すぞみたいな罵り言葉は、するかもしれないんですけど、死ねの方が普通です。で、これは相手にそういう状況になれって、呪ってるような感じの言葉ですね。事故れと同じパターンです。で、自分が何かしてそうなるんじゃなくて、
相手が自分でそういう状況になれって言っている感じです。で、ただ私、この死ねは絶対言っちゃいけない言葉だと思ってるんです。なんですけど、今高校生の息子が小学校1年生だった時、同じクラスの〇〇くんに死ねって言われたってショックを受けてたことがあったんですね。で、日本の小学校ってだいたい年に1回ぐらい、二者懇談、または二者面談と言われるものがあります。二者の者は、人という意味のものという漢字を使います。で、この二者っていうのは先生と親のことです。つまり学校が先生と親が、話す機会を作ってくれるんです。二人でですね。で、15分とか20分ぐらいです。で、普段子供が学校でどんな感じかとか、成績とかの話をします。なので、ちょうどその二者懇談の時に、息子がね、死ねって言われて、傷ついてるんですっていう話をしたんですね。で、そしたら先生が言ったのが、今、死ねっていう言葉が挨拶みたいになってるんですって言ったんです。で、ちょっとびっくりしました。死ねが挨拶って、もうどういう世界って、ね、どれだけ嫌な世界なんだろうって。でもまあちょっと考えてみると、多分お笑いとかでも、お前死ねとかなんか言ってる気がするんですよね。だからまあそういうのもあって、軽い感じで、死ねっていう子が、まあ増えてるのかもしれないなって思ったんですね。まあ、あと、うちでは、死ねなんて言っちゃいけないっていう教育をしてたし、汚い言葉遣いもしないので、外でそういう、フィルターのかかっていない世界で、そういう言葉に出会ってびっくりしたのかもしれないですね。うん。でも私本当にお笑いでもなんか死ねっていうのはなんか本当にね、嫌な気分がします。あと、漫画とかアニメで、貴様とか、畜生とか見たことがあるかもしれません。貴様っていうのはですね、使わない言葉ですね。多分、リアルでは聞いたことはないですね。貴様と同じような感じで、相手を、お前っていう時の別の言葉で、てめえってのはあります。で、このてめえは、普通に聞いたことがあります。てめえはよく使われると思います。使う人はですよ。で、畜生は使う人はいると思うんですけど、多分今はクソっていう人の方が多いんじゃないかと思います。ちなみにこの畜生って元は人間以外の動物を指す仏教の言葉です。で、その畜生っていうのは人間ではないっていうことを悪い意味で捉えた言葉ですね。こんな感じで、人を悪く言おうと思えば、いろんな悪い言葉があると思います。で、ただ人を罵るためだけの言葉、例えばクソとかですね。そういう汚い言葉そのものは確かに少ないかもしれません。ただそういうキモいとか、うざいとか、あと事故れとか、なんかそういう別の場面で使われる言葉を相手に使うことで、人のことを十分罵ることができます。なので、そういうことはね、言わない方がいいですね。こういう言葉は。ただ、何かの実験で、氷水の入った冷たい、バケツにこう手を突っ込んで、何分我慢できるかっていうのを実験したときに、汚い言葉を言った方が、長く我慢できるっていうことも聞いたことがあります。だから、なんでしょうね。あんまり我慢はしなくていいかもしれないんですけど、実際に誰かに向かって言うと、こう人を傷つけたりすることになるので、やっぱそういうことは言わない世界がいいなと思います。
はい。では今日のエピソードはここまでです。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。では皆さん、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日もいい一日を過ごしてください。また次のエピソードでお会いしましょう。